チキラドムテ14です。今回はクランリーグ日本最強の15人集めたら世界一取れる説というわけで早速やっていきたいと思います。早速 Day1 ですね。Day1 なんですけど、まさかの日本戦になりました。クイーンウォーカーズ vs フォックスゼロというわけで、まさかね、企画一発目で日本戦になるとはちょっと思わなかったですね。特に今回ね、クランの数が5個と減ってるんですよ。普段だったらね、7回の対戦なんですけど、5回しかないというところでね、その中日本戦といきなり当たりつつ、5戦しかない分ね、取りこぼしが一つでも出てくるとっていうところがね、積み重なって非常に1位を取りづらいと思います。それも踏まえた上でね、結果見ていきたいと思います。ドンというわけで、はい。40対36っていうのがね、きついね。勝利はできたんですけど、ちょっと5個のミスが出てしまい、それもね、かなり惜しいんですよ。このメンバーで世界一を目指すってなったらもうちょっと通れてよかったんじゃないかなっていうところなんですけど、まあちょっと内容見ていきますか。はい。というわけで40対36。内容もね、結構惜しくてね、当然みんな前回結構取ってくれてるんですけど、僕も含めね、90% 台のアタックが5個なんですね。96%、93%、96%、99%、93% と一番低いアタックでも 93% でほぼ全部全回と。惜しかったっすね。とはいえね、めちゃくちゃレベルが高くて、全開になってないアタックもめちゃくちゃうまいんですよ。正直ね、全部紹介したいところではあるんですが、全開だけ拾ってね、見ていきたいと思います。早速見ていきたいと思います。これね、めちゃくちゃうまかった。宇治さんのスーパーボーラー編成。最近結構ペッカ1を入れる人が多いですね。スーパーボーラーって結構 HP がそんなに高くはないので、縦ユニがね、ちょろっといると嬉しいなっていうところで、ペッカを入れてる人が今、レジェンドリーグでも多いみたいですね。で、今回は新兵器スタイルですね。突撃艦でここポーンって投げるのかなと思いきや、結構ね、宇治さんのスタイルだとそういうこともあるかなっていうところなんですけど、新兵器をこの辺ね、もう、9時下から6時までぶっ刺していきます。ちなみにこのアタック、ロイヤルチャンピオンなしで全開を取ります。この陸系のアタックで、ロイちゃん余すってめちゃくちゃすごいと思うよ。さあ、穴開けをしていって、結構ね、宇治さんのアタックの特徴がね、陸なんだけど本体と別動体で使っていくみたいな感じですね。トライブゲーミングのねが最後の方世界大会前結構使ってたんですよ。こういう形食い火普通のアタックって食い火とかじゃなくておで火スーパーボーラーで、いわゆる中華式とかスーパーボーラーって感じなんだけど、これはもう完全に食い火スーパーボーラーっていう戦術ですね。こういうことができるからおそらくペッカ入れたりとか、こういうレジェンド編成でペッカ入ったりするのがあれなんじゃないかな。普通ならここ継ぎ目とか開けて合流型を狙っていくんじゃないかなと思うんですけど、このまま単独でクイーンを動かしていきます。はい。しっかりシングルの方はフレームシューターが壊してくれてて、逆サイドはペッカが外周流れつつ、ウォールブレイカーこれ真ん中つけてるんですよね。で、援軍処理をしつつ、しっかりウォール、結構火力高いんで怖かったんですが、ここは黒くでかわしていって、スーパーボーラーたちがバウンドダメージで吹っ飛ばしていくと。で、ジャンプをタウンホールの方だけにかけていって、ヒーラーついてないんですけど、このキングとスーパーボーラーを使って、縦ユニットキングですね。タウンホールの方へ向けていくと、ちょっとフリーズ外したので痛かったですね、これは。で、トームをかけていきつつ、クイヒーの方はこのまま進めていきつつ、スーパーボーラーキングパートもいい感じにバウンドダメージが入っていって、ジャンプで最終区画へつなげていった形。この状況でまだね、フレームシューターが残って働いてくれてるんですよね。こっちサイド迫撃砲とかそういうダメージの入るものも少なかったっていうところ。さあ、この段階でまだフィストが残ってるので、回収フィストぶちかましつつ、ようやくフレームシューター割れてくれました。しかし手元にはまだフリーズ、インビジブル、ベビードラゴン、ウィザード2体、アーチャーが動いるというところなんですけど、まだロイヤルチャンピオン使ってないんですよね。これ圧倒的すぎましたね。めちゃくちゃうまい。これもうこのアタック見ただけでこの企画やってよかったなと思いました。普段ね、クイーンウォーカーズじゃ見れないですね。さあ、どんどん見ていきましょう。クイーンウォーカーズのアタックは正直僕も若干見慣れてるっていうところもあるのと、僕の動画見てる人も結構クイーンウォーカーズのアタックが多いんでね、他のクランのトッププレイヤーのアタックってなかなか見れないと思うんでね、すごく楽しく見れるんじゃないかなと思うんですけど、さあ、カズマさん、アフェリオン e スポーツですね。去年の全開率ナンバーワンでした。世界ですごいよ。5V5 のあれでナンバーワンでした。さあ、ここ突イエティで援軍を釣っていきつつ、カズマさんのね
突イエティにはね、スーパーウォールブレーカー入ってるんですよね。レジェンド編成なんですけど、突イエティに対してウォールブレーカーをかけることで、届かない区画に届かせていくみたいなことができるので、これね、刺さるときほんと刺さるんでありだなって思います。全部ウォールブレーカー付きでやるかどうかっていうと、ちょっとバルキリーのが仕事するときはもちろんあるとは思うんですけど、バルキリー1入れたことによって、すごい大きな成果が得られましたってことはなかなかないんで、ウォールブレーカー入れたら仕事できそうかなっていう目線で一回ね、突イエティするときに考えてみるといいかもしれません。むしろ穴開けしないでほしいみたいなところもあると思うからね、それは。選択肢として入れてあげると面白いかもしれません。今回の場合は届かなくてもウォールブレーカーで穴開けしとけば援軍によって真ん中釣られるので、どっちにしろこの辺にね、突イエティが来てくれるっていう形になったと思います。はい。突イエティとクイヒーパートでイーグル付近を思いっきりカットしていることで、ウォールブレーカーしっかりつなげていきつつ、真ん中までウォールブレーカーつけていけるような準備ができてますね。はい、しっかりシングルインフェルノに誘導しつつ、ここはフリーズ。さあ、早めにフィストを使ってターゲットをブラしていきつつ、シングルインフェルノの区画を突破していきます。さあ、9時側の施設も破壊していくことで、クイーンへのね、クイヒーへの横打ちを消しつつ、ウォールブレーカーも中心部へつきやすい形をとっていって、さあ、クランジを壊せたらもう確実に真ん中ウォールブレーカーつきますよ。さあ、結構火力が高いので、ここはクロックを吐かされてしまいますが、ここでようやくウォールブレーカー。キングがなんか別の道も開けましたね。さあ、トルネード解除最強すぎる、それは。トルネ解除してくれつつ、タウンホールを破壊しつつ、兵器にね、兵器使っちゃってるんですよ。ラバルパートで使えないんですよ。そうなると、ロイヤルチャンピオンを結構ラバルに混ぜていく形がやっぱり多いですね。ガクも前ね、突イエティがのったのクイラバやってた時に言ってたんですけど、兵器をラバルに使えないタイプのラバルは結構しんどくなるんですよね。終盤呪文がなくなってくるところで、それをね、ロイヤルチャンピオン中心部にラバルのね、一緒に働かせてあげることで、こうやって最終まで伸ばしていくみたいな形。最終的にはレイジとインビジブルが余っているので余裕の全開ですね。ガーサスうまい。これも圧倒的ですね。めちゃくちゃうまい。さあ、続けてヒロヤさん。どんどんクイーンウォーカーズじゃない方のアタックが来ますね。トツビズラバルというところで、ヒロヤさんもレジェンドリーグでトツビズを結構やられてる方ですが、エアスイーパーを一度固めつつ、突撃艦を刺していって、ギリギリですが届かせていきます。完璧タイミング。さあ、まずはインビジブルを使ってタウンホール破壊、援軍をおびき出し、対地クロスを追っていきます。このギリギリなインビジブルね、攻めていきます。さあ、もう一度かけていくんですが、さすがにタウンホールの爆破と巻き込まれていきつつ、ここもインスタップ痛いですね。アーチャーで援軍釣りたかったんですけど、インビジブルを使ってしまったことで少しタイムロスをしていきました。タイムロスとシンプルにインビジブルというね、呪文を1個なくしてしまったと。さあ、その隙にガーゴイルでサイドカットしていきます。ちょっと飛ばしますね。はい、援軍処理等々終わりつつ、本体部隊進めていきます。さあ、アイゴリをつけて大砲のダメージを抑えていきつつ、少しだけね、痛みな火力が届いてますからね。このガーゴイル強いね。大砲まで破壊をしていって、逆サイドをベビードラゴンとアーチャーでサイドカットを行っていって、さあ、アイゴレが非常にいい働きをしてくれています。さあ、キングをここから登場させ、ウォールブレーカーを奥につけていって、ウォールブレーカーでタゲ取るっていうのもね、結構一瞬ですが HP コントロール良いですね。さあ、アイスゴーレムを9時つけていきつつ、ここにはロイヤルチャンピオンをつけていきます。さあ、一度ここはフリーズで固めていくことで、ここのままヒーローパートをもっと伸ばしていきます。対空砲が残ってるうちにね、始めなきゃいけない時間になってしまったので、ラバーはちょっと一体そっちにはそれてしまったんですが、おいでラバとストライカー出してトムと。レイジをね、2枚目だね、これ。トッツウィズの方もレイジ打ってたから、これ2枚目のレイジですね。2枚目のレイジで、これ多分ストライカーでキングを倒してクイーンまで伸ばしたいっていうレイジだったと思うんですけど、少しストライカーにはレイジが乗らないような立ち位置だったので、クイーンの処理が少し難しくなってますが、ここはロイヤルチャンピオンが9時に出したロイちゃんがここまで伸びていることでね、最終的に少しだけ削ってくれました。さあ、クローク残りつつ、やっていく形だったんですが、クイーンかウォーデンかパピーの何かしらが今クイーンを倒しましたね。
ちょっと今別のとこ見てました。さあ、こうなって防衛施設全て回っていって、これかなり時間ギリギリのアタックだったんですよ。ブザービート1秒前みたいな感じだったんですけど、最終的にはね、かなりのバルーンを残しての全回答。ガーサス。さあ、どんどんクイーンウォーカーズ以外のアタックが続いてますね。オーサンというわけで、キングオブキングスからですね。いいですね。いろんなクランからいろんな全開が見れて楽しい。さあ、スーパードラゴン。一瞬で全部出ましたね。さあ、初手でイーグル砲の着弾も少しギリギリまで溜めていってドンと。対空砲のタゲもね、しっかりバルーンで取ってましたね。これ、うまい。これめちゃめちゃ綺麗に進行できてます。さあ。クイーンがね、ちょっと被弾を受けてキングに捕まる形になったので、しっかりここは早めに自分から黒くっていきましたね。把握されているポイズンで援軍処理をしていきつつ、この、ちゃんと内側にバーって広がっていく形を作れるのが、ドラゴン使いのね、鉄則というか、いいところですね。これ、中心入るドラゴンも作りつつ、サイドにね、これスーパードラゴンのいいとここういうとこだよな。狭い弁でどんどん行くみたいなのね、当然あると思うんですけど、スーパードラゴンなんか222ぐらいでなんか全方面に進めれるっていうのが一番理想的で、これちょっとね、スーパードラヒーが始まったのでマルチまで破壊することができてね、これギリギリですがスーパードラヒーの影響がありましたね。そしてロイヤルチャンピオンプラスでフリーズが3発あります。援軍がまだできってなかったので、ここから出てくるちょっとめんどくさい展開。序盤にフリーズ全部使い切るんじゃなくて、最後までしっかりロイヤルチャンピオン用に自分を残してるっていうのも結構大事な要素ですね。外周部ぐるっと回ってはしまったんですが、さあフリーズをかけていきつつ、スーパードラゴンも2体いるというところ。ボーミングで1体落とされていって、もう一度フリーズ。かなり際どい展開ですね。ロイヤルチャンピオンの方にウォーデンがついてくれて、少し手伝ってくれました。さあ最終的にはかなりギリギリの展開だったんですが、ギリギリ押し切って、さあちょんとガーサス。さあクラス、これ純正の方ですな。純正ラバルですね。ポイズンも2枚形、積んでる形。ボマーに切り替わりましたね。さあキングをイーグル区画に入れていくようです。さあスケルトンでキングのタゲ取りをしつつ、クロスのタゲ取り、これによってキングをもう少し伸ばしていきたいような狙いですね。ストライカーを追加で出していって、これキング自力で開けさせたのか。なるほど。さあフィストでイーグル砲を破壊させつつ、クイーンでもう一度外周部流していって大砲を切っていくと、中心のマルチインフェルノっていうところが狙いですね。さあ援軍釣らないところでスーサイドやるっていうのも結構純正ラバルでは大事な要素。基本的にはね、タウンホール側を狙う純正スーサイドのが多いんですけど、逆サイド援軍かからないところやる人も結構いますね。その辺はちょっとね、配置の見極めっていうのが大事なんですけど。さあクイーンはウィザードの塔も打てるような区画に入ってくれたの美味しいですね。さあロイヤルチャンピオンブーメランぶっ放していって、マルチインフェルノまで。これきっちり狙ってたところまで伸ばすのさすがですね。さあインビジブルで少しだけ伸ばしましたが、ここで援軍が釣れてしまうと。さあクイーンクロク打って援軍ちょっとだけ処理しつつ、ウォーデン像だったり、これかなり伸びてますね。天才とか突撃とかもしてないにもかかわらずかなり伸びてます。さあスケルトンで投石機だったりロイヤルチャンピオンのタゲも取りつつ、ストライカーを刺していき、相手の援軍ポイズンが来てるんでね、ここベビードラゴンで相手のストライカーに対してポイズンを使わずやっていきました。ポイズン2枚あるんでね、1枚使っても良さそうではありましたが、ちょっとタウンポイズンフリーズ外したのでかけ直します。さあレイジをかけて、ここはウォーデン追いつくかな。歩いてねこいつ。あいつやったな。ウォーデン歩いてますね。これ陸だウォーデン。さあとことこ歩いているぞウォーデンが。ラバハウンドが追っかけてくる。なんか距離遠いもんな。そういうことか。さあただ呪文まだここからヘイスト3発あんのか。さあヘイストをガンガンかけていきつつ、フリーズヘイストも1回かけつつ、ポイズンもう1枚ありますね。ソラスケルトンに対してポイズンをかけていって、バルーン2体とヘイストがまだ手元にあるという状況。ガーサスちょっとウォーデンはやらかしてましたが、やっぱスーサイドパートがめちゃくちゃ強かったですね。援軍が何でやっても対応できるポイズン2枚っていうところも K ができていたと。さあ続けてスーパーボーラーですね。こちらもペッカが入った形。
他の人よりスーパーボーラーの数が1体多いから3体とかで回してる人いましたね。さっき宇治さんだったかな。さあ新兵器セットしてますね。まずはウォーデンから始まっていきつつ、迫撃砲を潰してくじ側ですね。さあ大量にアーチャー出てきました。さあジャイアント通していって、テスラだったり罠だったりスケルトン等々なさそうというところをしっかり見てからフレームシューター投げ込んでいきます。こういうケアほんと大事ですね。初手でなんか適当に投げてポンってやって結果テスラなかった罠なかったっていうのも方が当然ジャイアントとか使わないし枠数的には節約できるんですけど、何かあった時に逆にズタボロにぶっこけるんでね。これかなりちょっとスライドしてるんでこういうところ怖いですが、最低限のケアしっかりしないといけないのかなって大事な要素ですね。結構プロの試合見ててもこういうとこ上手い人はちゃんとチェック入れてますね。逆にやってない人はこける要素を自分で作ってしまってるので、それ通んなかったらやばくねみたいなねところ多いので、気をつけた方がいいです。さあしっかりとアーチャーがね、この6体のアーチャーがフレームシューターとコンボでめちゃめちゃサイドカットしてくれてますね。これは綺麗にスーパーボーラーのルートができましたね。9時側アーチャーとフレームシューターで全部飛んできました。さあ真ん中かけていってトムかな、そろそろ。さあレイジをかけて、まだかけずここでトム。スーパーボーラー1体それましたがフレームシューターも一緒に合わせて攻撃をしていきます。トムによって無敵化時間長いですね。これスーパーボーラーがボコボコやっていきつつ、キングも今回内側に入れてるというところでかなり伸びてくれそうです。さあ投石の方にキングが刺さっていきつつ、ここはポイズン。やはり援軍ラバに対してはね、スーパーボーラーめちゃめちゃ弱いんで何もすることができないというところで少し手を取られてしまってはいましたが、さあかなりタウンホールの方にはいろんなユニットが突っ込んできました。タウンホールを破壊していったのを確認しつつ、ロイヤルチャンピオンを6時側から。さあ援軍ホグが出てきましたが初手でボムターということで赤は受けてしまいますね。巨爆これは痛い。いい対策だ。さあヒーラーがここでようやくクイヒーの方に戻ってくれてますね。クロークを使いつつロイヤルチャンピオンを伸ばしていきたいところ。さあしっかり回収を各地で投げ込んでいきつつ、さあテスラは惜しい。ブーメランはまだ残しているのでここで解放していきました。さあ全ての防衛施設がこれで破壊されていって回収と。少しねギリギリの展開にはなりましたが、9時のこの丁寧な作りとサイドカットになったことでね、最終的に一直線のねリックパートの道ができたと思うので、ここうまかったですね。さあガクもペッカが入ってない形のスーパーボーラーですね。ガクも今レジェンドリーグスーパーボーラーやってるみたいなんですけど、さあ突撃艦セットしてます。初手でレイジと。スーパーボーラー編成であっても人によって全然やり方だったり変わるからね、中華式とかスーパーボーラーがね特に変わりますよね。突撃艦が好きな人がいればウッドランチャーが好きな人いたり、投下兵者が好きな人がいればみたいなね。中国人は結構投下兵者が好きなんですけど、スタドラとかは結構ウッドランチャー型好きじゃないですか。スーパーボーラーにペッカが入ってるかどうかっていうところも多分変わるところじゃないかな。さあキングはこれ外周流したかったっぽいんだけどちょっと内側入ってしまいますが、ウォールブレーカーで道を作って、そうですね、外周流れた方が強そうだなこの場合は。さあタウンホールの方に突撃艦を飛ばしていきます。さあアイスゴレムも入っていきつつ、ここでいいフリーズをかけてくれそうですね。さあウォーデンのトムもかけていったのでそんなに意味はなかったんですが、キングもフィスト入ってしまったのでね、フィストで結構仕事をしてください。仕事してくれてますね。もうめちゃくちゃもう何があるかわからないですが、もうかなりバコンバコンいってます。すごい。こういう詰まった配置に対するこのスーパーボーラーのバウンドダメージすごいです。もう外周部も結構ダメージ入ってますよ。アーチャーターンまで飛んでった。この辺のレイジかかった時のスーパーボーラーのもうよくわかんないけどめっちゃダメージ入ってるこの感じいいですね。どんどん破壊していく。さあロイヤルチャンピオンも6時側からだんだん合流していくような展開。スーパーボーラーもね HP 高いユニットではないんですけど、こうやって最後まで残ってるの
大事っすね。こいつら HP 低いんで結構ね簡単にやられてはしまうんですけど、ヒーラーが映らなかったりした時が特に死にやすいですね。なのでヒーラーの延命は絶対。そして最後のこのインビジブル、角度かなりつけたんですが外していきます。これによってちょっとロイヤルチャンピオンの HP が痛くなってきましたが、出口を作ってあげつつ、これはテスラ突破できるのか？できちゃうんです。最後黒く残っていっての全開とガーサスうまし。さあ星さん、ドラゴンライダーが2体入った形のラバールというわけで、チョコさんとかがね結構やってるような形に近いかな。さあスケイン部ですが、ちょっと一発目マルチインフェルノを外してしまいますが、クランジョの方は問題なく破壊ができましたね。さあクランジョを先に壊したことで結局マルチインフェルノの方に集まっていって破壊と、少しね違う形での隣接だったので今回は助かりましたね。さあ突イエティをかましていきつつ、援軍とかねもう出てこないんでね、関係なく突イエティをやっていくと、サイドカットも、被弾を抑えつつというところでしょうか。さあレイジをかけなかったんでね、これはね投石機までは伸びることはできずというところ。レイジを使ってれば余裕で突破できたと思うんですけど、レイジなしでも結構伸びましたね。これめっちゃ伸びたなと思った。さあキングをぶっ飛ばしていって、イーグル砲だったり相手のクイーンを処理を狙っていきつつ、上がしっかりベビードラゴンでサイドカットしてるおかげで外周部流れたクイーンももう一回真ん中マルチの方へ入ってくれそうですね。いいルート作り。さあジャイアントからのロイヤルチャンピオン展開していきましたが、ここからラバドラゴンライダーと2体を追加させていきました。なかなか面白い展開ですね。さあ一気にロイヤルチャンピオンとドラゴンライダーでマルチインフェルノクロスボウのところを狙っていきます。さあタウンホールまだ残ってるようなところ、裏からラバルをもう一度ヘイストバルーンを投石機の方へ。さあラバが追いついてきたので、ここは対空砲を折るようなバルーンも追加で出していきつつ、中心通ってるユニットがかなり少ないんでね、さあここからロイヤルチャンピオンの後ろにストライカーを出していって相手のロイヤルチャンピオンを突破していきつつ、バルーンドラゴンライダー結構いないんですが、ここでようやくタウンホール追いついていってトーム、ロイちゃん特に能力もう使い切ってるんでね、さあここ駆け抜けてほしいところ。呪文はもうありませんがどうでしょうか。さあここでようやくトームが切れていって続々とユニット落ちていきます。裏からバルーンでアーチャータワーを刺していきますが、最初に出したドラゴンライダー2体のうち1体がまだここで生き残っていると、裏から出したバルーンが投石機のタゲを取ってくれています。さあドラゴンライダーが最終的にここまで駆け抜けてくれて、クイーンもまだ生きてますね。さあ最後刺していって全開と、ライダー2体使っていく、ちょっと怖いリスキーなタウンケアにはなりましたが、全開取り切っての全開取り切っての全開ですね。さあラスト2本です。チョコさん天才のドラゴンライダーというわけで、チョコさんらしいですね。編成が天才系のドラゴンライダーを入ったバルーンも15体入っているというところでね、こういう攻めが結構多いですね。さあタウン周りのところをまずは天才で破壊していって、綺麗な天才。さあアーチャータワーを破壊しつつ逆サイドスニゴブ、ジャイアントからのクイーンでクイーン短期でタウンホールを狙っていく形になりそうです。さあ3時の方もキングを入れていきそうですね。この辺に関しては普通の天才ラバルと同じようなヒーローパート、スーサイドパートにはなってるかなと。さあアーチャータワーに対してバルーンを出していきつつ、バルキリーでリクスケケアもしつつ、ここはなるほど、スケルトンでターゲットを取って早めのフィストポイズンを使うことで相手の援軍も潰していきます。いいですね。スケルトンも置いてることでね、なかなかロイヤルチャンピオンに被弾せず、ちょっとここラバが入っちゃってるので、ラバを隠すことで先に投石機を破壊させていきつつ、クイーンの方にラバが来たので、ここはロイヤルチャンピオンもう一伸びしてくれそうですね。さあウォーデンゾーンまで破壊していって、いい形。さあこうすることでこのボマーのルートがめちゃめちゃできてますね。イーグル砲に刺すためのボマーのルートが綺麗にできております。さあドラゴンライダー1体を出していって、フォーミングチェックからのドラゴンライダーとウォーデンを出していって、
ストライカーまで出していきます。さあここストライカーどんどん出していってトームです。このストライカーを順番に出していくことで一つの罠で例えばバネトラップでねピョーンって全部飛んでいくみたいなことがないとうまいですね。陸穴のケアを時間差で出していくことでドラゴンライストライカーで突破していくと。さあ裏からはジャイバルーンフリーズでこの対空砲アーチャータワーウィズ島を狙っていきます。さあしっかり確定数綺麗に差し込んでいってフリーズ一発も大事でしたね。今の対空の方にバルーンを出して裏からバルーンからのドラゴンライダー囲い込むようなとどめのドラゴンライダーですね。うまい。この裏バルーンのジャイ裏バルのこのパートとかめちゃくちゃうまいですよね。さああとは回収時間との勝負というような状況です。ドラゴンライダーラッシュって結構時間もシビアなんでね、回収のガーゴイルとか結構ピンポイントで出していかなきゃいけない戦術なんですけど、きっちり1体ずつ各方面置かれてますね。ラバルと違ってねパピーが出てこないっていうところで本当にガーゴイルの選択が大事なので、もう全部バーって出すんじゃなくてきっちりどこが残りそうかっていうのもねアタックする前からある程度分かってないといけないので、そこまでしっかり気を使わないと結構時間切れになりやすいんでね、これはうまいね。ガーサス。さあ最後カリーですね。インドラスケルトンか。ドラゴンの2体入ったインドラスケルトンでドラゴンライダーは5体と結構多めですね。さあインフェルノドラゴンとクイーンでサイドカットして一気に全てのユニット出していって初手トームで突撃艦をターンまで届けていくと。さあクイーンちょっと HP 低くなりかけましたが、さあシングルインフェルノのタゲも取りつつエアスイーパーを固めて、もう一度今度奥の方に対空砲の方にちょっとタウンホールを巻き込むフリーズを外しましたが届いていきました。さあシングルインフェルノのタゲはねこれスケルトンで取ろうとしてるんですがOK と。さあフリーズ。さあヒーローパートで外周部切って内側にどんどん進めていきたいところ。HP かなり低くなってきたのでここはヒールでかわしていきます。さあなんだかんだ中心部結構ユニット集まってきましたね。ヒールの方向トルネードに巻き込まれてドラゴンがヒールを浴びに来てくれました。さあインフェルノドラゴンも気持ちいいタンクがガーッと上がっていきつつスケルトンを早めに置いてきましたね。これはちょっと早かったんですがウォーデン像とクイーンのターゲットをこのスケルトンで取っていくと、ちょっとタゲが外れてるね。さあもう一度スケルトンを出し直してターゲットを外していきます。ここでロイヤルチャンピオンを追加で出していくことで相手のクイーンだって投石機器を狙っていくわけなんですが、さあウォーデンが狙われているがポイズン効果でなんとかウォーデンを保つことができました。さあこうなるとロイヤルチャンピオンクイーンの能力を持った状況でぐるぐる回っていって、あとはもう両ヒーローの能力だけでも全開が取れそうですね。さあ早めに回収をかけていきつつクイーンクロックと。最終的にはもうヒーローしか残ってないんですが、ヒーローを残すというのはねドラ系で一番大事なことなので、クイーンのクロックをしっかり残してロイヤルチャンピオンを温存させたと。ガーサス。はい、というわけでね、Day1 やっていきました。40点、前回は10本というところでした。どれもね、いいアタックだったんですが、特に1本目のね、ロイヤルチャンピオンを残したアタックめちゃくちゃ良かったですね。もうすでにね、Day2 始まっておりまして、Day2 の方もね、いいアタック何本か出ております。普段クイーンウォーカーズでは見れないアタックだったり、うちにはいないプランニングの仕方だったりっていうところがね非常に面白いので、日本トップクラスのねアタック見たい方はぜひこのクランリーグといえばめちゃくちゃつまらないものというのがねみんなの頭の中にあるかもしれませんが、ぜひねこのクランリーグをこの豪華メンバーとねやっていくことで一緒にね楽しんでいただければなと思います。というわけでね、ここからまたね世界一を狙いにはねちょっともっと欲しいので、点数がゴリゴリ上げてって最終的にね1位を取れるような感じになったらいいなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。